はい、こんにちは。今日なんですけども、今レッドマートから荷物が届いたんで、これをちょっと整理していきたいというふうに思います。レッドマートから荷物が来たら、やっぱ整理整頓がめっちゃ大変で、私は まとめ買いをするので、買ったものとかブルーベリー、今シンガポールってビニール袋をほとんどのスーパーがもらえないんですよね。有料がほとんどで。なのでレッドマートはもらえるから、いらないって言ったらいらないんですけど、私はゴミ袋にしたいんで結構もらうんだけど、なんかあんま綺麗じゃない。めっちゃ見てる、でっかいの玉ねぎがそのままこれで回しちゃう。今日はちょっと少ない方かな。買ったのはフードパンダっていうサイトがあって、そこで普通のローカルのスーパー、コールドストレッチもそうだし、ジャイアントもそうだし、でコンビニとかチアーズとかセブンイレブンとか、あとなんだっけな、そのドラッグストアワトソンとかもあって、それで注文したら大体30分ぐらいでもう届くんですよ。本当にますますスーパーに行かなくなっちゃう。めちゃくちゃ便利。本当だから出かけなくて過ごせれる。たまにスーパー行ったらいろいろ掘り出し物とか新しい発見があるんだけど、もう何せシンガポールはその四季がないから、年から年中なんか大体同じようななんかものがある。でなんかフルーツとかはなんかいろんな季節があったりとかするみたいで、マンゴーの種類がいろいろね、なんか時期によったりとかするみたいなんだけど、なんか日本だったらさ、旬のさ、野菜があるし果物があるしお魚あるしってなるけど、シンガポール大体なんか一緒だから、なんかもう行く気がしなくて、ますます本当便利で行かなかった。そんで今先に冷凍のやつを直しちゃったんだけど、サバと里芋、ちょっとお正月に向けて、お正月いるか分かんないけど、一応年に1回お雑煮は作ろうと思ってるから、里芋買っとこうと思って買ったのと、里芋ってあれなんか今日系のスーパーとか行ったら売ってんのかな。なんかネットで探したら全然なんかこの生のやつがなくて、で冷凍のやつはなんか中国産のやつしかなかったんだけど、いいや冷凍だと思って冷凍買いました。なんで納豆は今回はおかめ納豆を買いました。ということで野菜とかをちょっと回していく。始まるよ最近私このシャインマスカットをよく買うんですけど、これなんかどこのやつだろう。今動画撮れてると思ったら全然撮れてなかった。そうで、今ブルーベリーとシャインマスカットを洗って、でこれキッチンペーパーを引いてこうやって直しておきますっていう動画を撮る。でキノコを今回しめじしか買ってないんだけど、いつもいろんな種類をもっと買ってなんかまとめて、でこれアイラップ、これ日本から私買ってくるんだけど、アイラップにこう房の部分を取って入れていく。きのこは冷凍した方が栄養価が上がるんだって。バラバラにして軽く結んどいて、ちょっと平らにして、これを冷凍保存します。続きましてオクラ、まずは洗ったオクラを、今日はちょっとなんかガラスの容器がないので、タッパーなんだけど、刻んでタッパーに入れてチンします。これはチンして大丈夫なタッパー。うちはオクラはおひたしにしたりとか、お蕎麦とかお昼に食べるときに使うことがほとんどなので、食べれる状態に刻んでおきます。しかもこの消費率がめっちゃ早くって、あんまり細かいと食べにくいから。これを軽く蓋してレンジで3分チンします。ティーン。
クラがしばらくはこのまま使ったりもするんだけど、ちょっと日が経ってきたなと思ったらなんかお酢にしたりとかめんつゆとかかけてちょっと味をつけて保存してます。はい、ってことで旦那さんが出かけるらしいんで見送ってきます。はい、次に小松菜なんですけど、小松菜は茎の部分は私はぬか漬けにして、葉の部分は別にちょっと今日は使おうと思います。これうちのぬか漬けです。今日食べる分はちょっとこれなんです。きゅうり、人参、小松菜を払います。葉の部分はちょっと別にこれはもったいないのでまた使います。でちょっと茎の部分はちょっとぬか漬けに入れていく。ちょうどサイズちょうどぬかを足さなきゃいけないんだけど、私多分また日本にしばらく帰るので長期でいなくなるときは冷凍してもう行きます。このぬか容器はいろいろねなんかね変えたりとかしてるんだけど2年ぐらい経ちますけど、なんとなく足したりなんかしてるうちになんかどの味の正解は分かんないけど、で長ネギはこうやってちょこっとだけ切る場合もあるんだけど、これ先に使っちゃいたいんで、もうこの新しく来たやつはこのまま、うち冷蔵庫がそんな大きくないんで、これに葉の部分すごいちょっとコンパクトにして直すんだけど、これはアイラップもったいないんでサイズを間違えて買ったビニール袋がすごく大量になるのでこれに入れて、で冷蔵保存。私はまたネギを買ってしまいました。どんだけ買ってんのかな。うちはね お昼にすごいお蕎麦を食べるんですよね。私も旦那さんもすごい好きで、なのでこれはでネギ切る前に包丁をなんかこうお皿の後ろとかで必ずチョップチョップしたら結構切りやすくなる。タッパーに入れる。端っこになってきたらさ、もうめんどくさいじゃん。これはもうめんどくさいから今日使う。ネギこうやって刻んでキッチンペーパーをのせます。そして蓋してこれを逆さまにして冷凍しとけばネギがくっつかなくてパラパラになるからすごい使いやすい。この技どうぞ。はい、でキャベツです。でキャベツめっちゃきた。いろんな種類キャベツがあって、これはなんかあんまり美味しくないやつだ。でキャベツはとりあえずちょっとだけ千切りキャベツにしとこうかな。なんか日本のやつってさ、なんかキャベツでも芯のところは結構甘くて美味しいじゃないですか。こっちのやつはもう全然美味しくない。もうこれ超便利。これは手で千切りをキッチンペーパーを引いたタッパーにキッチンペーパーに入れて冷蔵庫。ちょっと夕飯に一品、私がよく作る
具だくさん味噌汁を紹介します。これはさっきの小松菜ですね。これはだいたい夕飯とお昼に分けて食べます。で、さっきのなんか刻みきれなかった端っこのネギを入れて、虫が飛んでる。でちょっと冷蔵庫になんかあった半分の玉ねぎ入れて、これ前の時に揚げを刻んだものなんだけど、揚げは刻んでこうやって置いとくとなんかこう使いやすいっていうか、もうちょっと洗ってお味噌汁は私はこの山屋の馬だしを使ってます。一袋使わないで、私はこうペリッと破いてカラッと入れてタッパーとかに入れて直します。で鰹節をこうリュウジのバズレシピのリュウジさんがこれやるといいって言ってて、これをレンジで30秒ぐらいです。レンジで30秒ぐらいこうやったらすっごくいい香りになるんですよね。これをちょっと細かくしてで入れちゃう。これなんですけど、これは麹ミキサーですごく細かくした粉です。これを大さじ2分の1ぐらいかな、これをパラパラって入れて、これで野菜に火が通るまで、煮詰めます。でちょっとお野菜のアクを軽く取ります。普段はこれで私はほったらかして夜にお味噌入れるって感じなんだけど、今日は、お味噌入れちゃいます。これは赤味噌で、赤味噌はうちの旦那さんが好きだから赤味噌で、これは私が手作りしてるひよこ豆のお味噌です。この作り方は缶詰のひよこ豆をミキサーで柔らかくして麹と塩を混ぜたものを混ぜて、で炊飯器で蓋を開けて保温にして一晩置きます。そうするともう簡単にできる、ひよこ豆の簡単にできるお味噌なんだけど、っていうのもなんか本当は大豆で入れたいんだけど、シンガポールの大豆は私は圧力鍋はうちがないから大豆炊くの大変だから大豆の缶詰っていうのがないし、ひよこ豆の方が手に入りやすいっていうのもあるし、なんかオーガニックで結構売ってるので結構それを使うことが多いです。でこれをひよこ豆、このお味噌と赤味噌を半々ぐらいにして入れるって感じかな。でこれになんかもっと具材がいっぱい入っててとろみがつけたいなと思ったらよく入れるのがこのサイリウムハスク。サイリウムハスクは食物繊維が、不溶性と水溶性のバランスがすごくいい、日本でいう大箱なんだけど、とろみつけるのもいいし、もう腸内環境にいいっていうので私はよく使います。はい、ということで私のレッドマートが来た日のルーティンでした。で前の動画でどんな晩ご飯を食べてるかっていうのを紹介したんですけども、本当にシンガポールは普通のローカルのスーパーでも日本のコーナーが必ずあるんですよ。ないスーパーがないっていうぐらいで、あと私はほとんどオンラインで買い物するんだけど、そこでも日本の食材とか調味料とかもうめちゃくちゃ豊富なので、本当になんか日本にいる時とあんまり変わらないような食生活をしています。ただなんか気候がやっぱ日本の冬とかになったら食べたいものみたいなのがあんまなかったりとかするから、なんかサラダとかが多かったりとかするんだけど、なんかそんな感じでやってます。はい。またこんな作業動画も撮っていこうかなというふうに思っています。はい。ということでまたこんな動画が見たいなと思ったらいいね、チャンネル登録お願いします。